16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は山田しおり枕研究所の整形外科医山田しおりが本音をつぶやく YouTube として今回から何回かこのシリーズで本音をつぶやいてまいりたいと思います。なぜこの整形外科医が本音をつぶやくのか、どうしてそんな心境になったのかというには少し背景があります。私は整形外科医になって、30数年間、大学の医学部を出た後にすぐに整形外科の大学病院の医局というのに入りまして、一般的な研修を5年間ぐらい行い、その後、整形外科の父である開業医のクリニックを少し手伝いながら、大学院に行ったり、またさまざまな大きな病院に地方に行ったりして研修を積み、全体的な整形外科の患者様のいろいろな病気というのを治せるようになってきました。そして2007年自分のクリニックを神奈川県相模原市に開業し、名前は国道16号線にあるので16号整形外科という名称にして、ここでももうすでに16、7年、治療を行ってまいりました。この、外来ですね、入院施設は持っておりませんので、外来での、治療を施すために、毎日外来の患者様に向き合っていくわけですが、それは決して、短い間のコミュニケーション診療のみではありません。その短い接触の中には多くの、ドラマ、患者様の背景も含めたさまざまなドラマがあって、私自身も、とても悲しい気持ちになったり、嬉しくなったり楽しくなったり、さまざまな感情を持ってこの診療を長い間行ってきた。その実際に診療の中で行われているエピソードをぜひ皆様、この YouTube を見て視聴してくださっている皆様にも少しお裾分けしたい。なぜならば、もしかするとそれを聞いて共感していただいたり、私もそういう治療を受けて症状を改善していきたいなとか、もしかすると症状は改善しないけれども、そうやって医療の中で経過を見ていただくことで安心して自分の状態を知ることができる。こういった状況になれれば少しでもお役に立てるかと思ってこれを配信していくわけです。今日はですね、3分医療というテーマについてお話をしていきたいと思います。3分医療について、何をつぶやくかというと、とても3分では一人の患者様に相対するには時間が足りないと思うことです。日本の医療は皆保険制度で、全ての全日本の国民が安全な医療を受けられるさまざまな仕組みと工夫がなされています。その結果、限られた医療機関、総合病院もあれば、市中病院もあれば、開業医クリニックもあります。大小さまざまな医療機関がこの患者様の症状の重さに合わせて役割分担をしながら患者様を見ていくわけですが、私のような開業医、一番第一線で患者様と向き合っている医療者にとって、この3分で、一人の患者様を見て診察して診断して治療していくっていうことは、とても時間がないことです。しかし、例えば午前中4時間の診療時間の中で1時間に20人の患者様を見るとすれば、当然割り算すると1人3分。でも3分ではお顔を見てパッと状況を判断して、どういうお薬を次に出しますねっていう説明をして、次の予約を取って終わり、
それで3分ではないでしょうか。でも実際に私が行いたい医療というのはそういうものではありません。例を、腰痛の患者様が初めて当院に来た時のことをちょっと想定して考えてみましょう。60代の男性の方、お仕事は運送業、ヤマトとか黒猫ヤマトとか、佐川急便とか、たくさんアマゾンとかいろんなこの配送という仕組みがありますが、そういった運送関係の仕事をしている方、もう20代30代からこの仕事をして腰痛があります。でもなんとなくその場その場湿布を貼ったり、温めたりマッサージに行ったりってことでしのいできました。でもとうとう60代になると腰痛が悪化して、階段が登れない、実際にビルや、団地などの階段のあるところに運送を運ぶっていうことがとても困難になってきた。でも同じ会社の、スタッフは皆さん同じ年齢の人同様に腰痛があるので、仕事を代わってもらったり、自分が腰が痛いからといって役割を部分負担していただくこともできないということで、いよいよこの整形外科で精密検査をしたいということで来院しました。じゃあこの患者様をベッドに寝ていただいて、どこが痛いかを触ってレントゲン取ってお薬出して、はい、これで終わり。これで何が治るでしょうか。私はこの患者様にたくさん聞きたいことがあります。家族がいるのか、結婚しているのか、子供は小さいのか大きいのか、ペットを飼っているのかいないのか、お家は一軒家なのか、団地で外階段があるのか、家の中には階段があるのか、手すりがついているのか、どんなものを食べているのか、一人暮らしでコンビニで買ったお弁当を食べているのか、ちゃんと料理を作っているのか、奥さんがいて栄養管理してくれているのか、また家の中は洋式なのか和式なのか、ベッドに寝ているのか、テーブルと椅子で食事をとっているのか、和式のちゃぶ台に座り込んでご飯を食べているのか、トイレは洋式なのか和式なのか、さまざまな生活の背景を聞きたくなります。というよりは聞かないと治療になりません。痛みの具合もとても刺すような痛みなのか、実際に、寝てる時だけ痛いのか、どんな時間帯に痛いのか、鈍痛なのか、静かにしてる時も痛いのか、動いてる時だけ痛いのか、痛みの状況、正常、強さ、時間帯、こういったことを細かく聞かないと、その状況というのは正確に把握できません。さらに実際にベッドに寝ていただいて痛い場所を触ったり、腰が痛くなるとひどくなれば足の筋力が落ちたり感覚も鈍くなるので、そういった所見といって、症状を様々客観的に判断していくんですね。この見た症状と先ほどまでしっかり聞いたお話の内容が一致しないこともままあります。そんな時に、患者様が決して嘘を言うわけではないので、聞き漏らしていることがあると考えるんですね。私が重要だと思って聞いた内容からはとても、キャッチできなかったまだまだ腰を悪くしている原因、悪い要素、こういったものがある可能性があるわけです。それを全てひっくるめて薬や注射でコルセットで治療できますか？決して無理です。仮にお薬を出してテーピングをし、1週間経ってきてみて症状が緩和しているかもしれません。
でもそれしかしなかった方はあっという間に 2,3 週間したり 2,3 ヶ月するとまた同じ痛みでぶり返してしまって来院されるはずです。私たちがやりたいのは根本的に治療をして根本的に症状を緩和すること、もしくはゼロにすること。その方がこれからの生活の中で同じ仕事をしていてもきちっと腰痛の管理ができるように予防してあげること。そのためにはしっかりと日常生活の指導をしたり、予防するための知識を身につけていただくことも重要なんです。それらなくして目の前の患者様の薬や注射の治療だけでは決して治療は完了しないということです。長々とお話ししてまいりましたが、そもそも3分医療では本気で患者様を治すことは難しいっていうことを私自身が改めてもう一度言葉にすることでしっかり認識しました。そして、そうつぶやいていてもそう愚痴ばっかり言っていても仕方ないので、そのためにはどうするか、どうしよう、実際どうしている、こんなことをまた次の YouTube でつぶやいていきたいと思います。今日はここまでとなります。ご清聴ありがとうございました。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。